スマホ動画クリエイターのにわかめんたいこです。はい、今日もキネマスターさんからもらった、このかっちょいい T シャツを着てお送りしていきます。キネマスターの使い方をお伝えするわけですからね、今着ずにいつ着るのか。今日お送りするのはですね、これまで、キネマスターの使い方を4回シリーズで、4本別々の動画でお伝えしてたんでアップしてたんですけれども、結構アクセスの数が多いので、見てる皆さんが見やすいように、それをねぎゅっと1本にして、したものをこれからお送りいたします。はい、で、とりあえずね、今回は Android の画面を使って解説していきたいと思います。ただiPhone の方もちょっと画面違うところはあるんですけれども、大体同じなので結構参考になると思います。はい、で今からお伝えする内容なんですけれども、はい、まず1、複数のカット、撮ったカット動画をですね読み込んで、それを編集画面に並べていく。そして2、それぞれの動画カットを、余計な時間をですね縮めたり時間を伸ばしたりしていくやり方。そして、3つ目、3、テロップを入れる。そして4、BGM を入れる。この、全てをこれからお伝えしていきたいと思います。結構長い動画になるとは思うんですけれども、これを最後まで見ていただければキネマスターをそこそこ普通に使えるようになれると思います。もっとねキネマスターを使いこなすすごいテクニック、スーパーテクニックはねまた別の動画を作ってお伝えしようと思いますので、では皆さん一緒にやってみましょう。はい、ではまずキネマスターを起動します。はい、でプラスのボタンですね、プラスマークのボタンを押します。はい、で、編集画面になりました。ここで右上のメディアをタップします。そうすると自分のスマートフォンの中にある動画とか写真が出てきます。僕はファーウェイ P10 ライトっていう機種を使ってるんですけども、 DCIM カメラっていう中に自分の撮った動画写真が入ってます。これこの辺で機種によって、動画とか写真入ってるフォルダが違うと思うのでご注意ください。で、自分の、入れたい撮った動画を入れます。今回は3つぐらい撮った動画入れてみますね。これファーウェイ P10 ライトだと1回ごとにメディアを開けたり閉じたりしながら動画を入れるんですけれども、他の機種だとメディアをメディアフォルダを開けて、その中から動画を入れたい分だけタップして最後にチェックボタンを押して一気に全部入れたい動画全部入れられることができると思います。はい、では編集画面の基本をまずお教えします。まずですね、ここに、今並べた動画が3つ並んでます。で、指でこうやってスライドさせることで、この赤い線ですね、再生ヘッドっていう赤い線を、のところにこう動画をスライドさせて、これを頭出しさせることができるんですね。この赤い線のところが再生ヘッドが来ているところが頭出ししているところです。ここで右上の再生ボタンをポコって押すと再生ができるっていう感じです。はい、でまた止めたいときはポチッともう一回押せば一時停止されます。で今この画面なんですけれども、この動画が3つ並んでいる状態です。でこれをですね、もっとコンパクトに表示したり、あるいはもっと拡大して表示することができます。どういうことかというと、例えば指でですねこうやって縮めていくんですね。そうすると今5分ぐらいある、動画3本分がすごいコンパクトに表示されてますよね、今ね、一つの画面の中で。はい、で逆にですね、もっとたった数秒間拡大して表示したいときはこう指で拡大していくんですよ。
そうすると一つの画面の中で数秒間をこう拡大して表示することができます。細かい作業をするときには拡大した方が便利だし、全体像を見渡すときにはコンパクトに表示した方が便利です。はい。では次にカットの並べ替えについて説明します。今3つの動画カットを並べてますけど、ですね、1個目が釣ってる動画で、2個目が2個目がこの泳いでいる動画で、3つ目がまた釣りをしている動画なんですね。で、泳いでいる動画を一番後ろに持っていくことにします。泳いでいる動画をまず長押ししてなんかブルンって言うんですよで、このブルンって言ったら持っていきたいところに指で移動させます。今だったら一番後ろですね。で、ここで手を離します。そうするとね、はい、釣りの後に泳いでいる動画が来ました。こんな感じで簡単に動画カットの入れ替えができます。では次にですね、使いたいところの前と後ろをカットして切り落とすっていうことをやりたいと思います。例えばですね、この動画で言うと、この1本目の動画のこの釣り竿を振り上げて魚が釣れて、魚がブランブランっていう、ここまで使うことにしますね。要するにもう一回見ましょうか。はい、この辺から使って振り下ろして魚が釣れて、でブランブラン、ここまで使うことにします。なのでこの前後の余計なところを今からカットしていきますね。はい、2つやり方があります。まず簡単な方から説明します。はい、いじりたいカットをまず選択します。どうやって選択するかっていうと、カットを指でワンタップしてこの黄色い枠囲みの状態にします。で、カットの枠囲みになってるカットの左側の端を指でポンって押すんですよ。で、そのままこう右にスライドさせていくんですね。こうやってビーッとスライドさせていって、この辺かな、この辺ですよね。この竿に振り上げる直前までこの辺で手を離します。そうするとこの前が短くなってるんですよ。試しにちょっと再生してみましょうかね。はい、ポンと再生します。ほら切れてますよね。はい、で今度はケツの方を切っていきます。この辺でボンおしまいにしますよね。はい、もう一回いじりたいカットをワンタップして黄色い枠囲み状態にして、今度はお尻の右端の方の端を指でタップして左側にズイズイと、スライドさせていきます。はい、プランプランってするところに、はい、この辺までですね。この辺までですね。で手離します。はい、でよかったらまた右上のチェックボタンを押してください。でちょっと一回試写してみますね。これで、はい、ドン、竿を振り上げて魚が釣れて、魚がプランプラン、はい、ここまでですね。はい、こんな感じで使うところだけをくり抜くというか前後をカットするってことは簡単にできます。はい、ちなみに、前後を切り抜いても元の素材は無傷状態で残りますのでご安心ください。ですのでもしカット切りすぎちゃったって思ったらまた、この端っこをですね、今度は逆にこう伸ばせば元に戻ります。カットがすぐ復活するので大丈夫ですよ。そしてこれはもうどの作業についても言えるんですが、失敗しちゃったって思ったら左上にある丸い矢印ボタン、これがやり直しボタンなのでこれを押していただくと一つ前の作業に戻りますのでご活用ください。
ではもう一つですね、カットの必要なところだけを切り出す方法をお伝えします。まず、使いたいところの頭、この竿に、振り上げる直前のところで、再生ヘッドを止めておきます。はい、この状態にしておいてですね、いじりたいカットをワンタップして、はい、今度ですね、右上のハサミのマークを押すんですね。ポチッと、はい、して再生ヘッドの左側でトリムっていうのを押します。ポコッと。そうすると再生ヘッドから左側がズバッと切れました。試しに再生してみますね。右上のチェックボタンを押して三角マークを再生マークを押します。そうするとね、こうやって竿を振り上げる直前からちゃんと再生されてますよね。はい、で今度はケツですね。この辺まで使いますよね。一時停止します。で一時停止した後に、またいじりたいカットをポンと黄色い枠囲み状態、ワンタップして黄色い状態にして、またハサミボタンを押します。で、今度は再生ヘッドの右側でトリムっていうのを押します。ここ。そうするとね、再生ヘッドから右側が今ズバッと切れましたよね。はい、こんな感じで、右上で、またチェックボタンを押して見てみますね。はい、再生ボタンを押します。はい、振り上げて、で魚釣れたぞってなって、はい、で魚ブランブランって、この辺までですね、ポコ。はい、こんな感じでちゃんと切れてますね。タイミングにこだわって編集したいときはこの方法の方が正確にできると思います。はい、今度は同じ動画カットの中の中をですね、バサッと落とす。で頭とお尻だけをつなげて使うっていうやり方を教えたいと思います。例えばなんですけど、さっきのカットの魚がプランプランした後に、僕が魚のアップを撮影していくために歩いている、これをですね、中抜きして魚のアップにつなげたいと思うんですよ。プランプランからポンで魚のアップにつなげたいと思います。なのでこの中ほどの部分をバッサリ落とすっていうことにします。はい、まずですね、中抜きしたいところの頭に再生ヘッドを持っていきます。今で言うとその魚ブランブランのところですね、ここに再生ヘッドを持ってきます。でいじりたいカットをまたポンと選択、黄色い囲み状態にして、またハサミボタンをポンと押します。はい、で再生ヘッドでスプリットっていうボタンを今度は押します。ポコッと。そうするとここに切れ目が入りましたよね。同じカットが今2つにバサって分かれました。でこれでチェックボタン、右上チェックボタンを押します。ポコッと。で、はい、で今度は中抜きしたい部分のお尻の方に再生ヘッドを持っていきます。これで言うと僕が歩き終わって魚のアップを撮り始めたこの辺ですね。こっから左側、再生ヘッドの左側を今からバッサリやるんで、ここで、またいじりたいカットをポコッと押します。はい、で、またハサミマークタップして再生ヘッドでスプリットをもう一回押します。はい、で、右上チェックボタンを押してください。そうするとですね、ほらこんな感じで中抜きしたいこのカット、この黄色い枠囲みで今表示されたところ、中抜きしたいところが分離しましたよね。前後から分離しましたよね。でこの黄色い枠囲み状態にした状態でゴミ箱を押すんですね。左端のゴミ箱を押してください。これで中抜きが完了しました。試しに再生してみますね。はい、はい、魚釣れた魚が、ブランブランしてますよ。でドンで、魚のアップに切り替わりました。はい、これで中抜き完了です。こんな感じで一通りいらないところをバサバサ、切った状態にします。はい。でこれで編集完了ですので、
これをですね、最後に1本の動画として、書き出すんですね。書き出さないと動画にならないのでご注意くださいね。はい、書き出して初めて動画が完成します。はい、では書き出し作業をします。左端のこのくの字になっているマークをタップしてください。はい、そうすると、書き出しの画面になります。で、解像度を選べる、この画面があるんですけど、とりあえずね HD720p で書き出します。スマホとかタブレットで動画見る人はもう HD720p の画質でも十分です。これでももう綺麗すぎるぐらいです。はい、でフレーム率はね30で、いいと思います。普通のテレビ番組とかはね30なんですよね。1秒間に何枚の静止画で動画が構成されているかということなんですけども、これは30で大丈夫です。詳しい説明はめんどくさくなるので省きます。はい、で、これで一番下の「送る」っていう、画面をボタンをタップしてください。ここそうするとね、今頑張ってスマホがさっきの動画を1本の動画として書き出しています。これはもうひたすら待ってください。はい、動画がね書き終わりましたね。では記念マスターを一回閉じてですね、はい、動画が入っている写真とかアルバムとか、アプリフォルダを、起動してください。僕の場合はファーウェイ P10 ライトなのでギャラリーなんですよね。でこの中のエクスポートっていう中に入ってますね。はい、入ってますね。はい、これ再生してみますね。はい、これが今編集した、動画ですね。はい、ちゃんと書き出されてますね。はいはい。でこの辺で僕切り替えましたよね、次のカットにね。はいはい、ちゃんと編集、吐き出されてますね。でおそらく皆さんは吐き出す時にお金を払うかどうかっていうのを聞かれると思うんです。で無料のまま使いたい人は一番下の遠慮しますっていうのをタップしてください。そうやって書き出すとですね、無料のまま書き出せるんですが、書き出した動画の右上にメイドウィズキネマスターっていうウォーターマークが入ります。これ消したければお金を払えば消えます。最後書き出す作業だけ忘れないようにしてくださいね。書き出しをしないと全く編集した意味がないのでご注意ください。あと、機種によって書き出した動画が、どこにしまわれるのかっていうのが、違うのでそれもご注意ください。では次にテロップの入れ方をお伝えします。例えばなんですけれども、この魚のアップの動画の上にキスっていう魚の名前をですね入れようと思います。はい、まずねテロップ入れたいところの頭のところにこの赤い線再生ヘッドを持ってきます。で、右側にあるレイヤーっていうボタンを押してください。はい、次にテキストっていうのを押してください。はい、ここに文字の入力画面が出てくるのでキスって入れます。このまんまキスって入れてください。で確認です。はい、これで、とりあえず入りましたけれども、まだまだね文字がちっちゃいですよね。なのでこの文字に右下に出ているこの矢印、直線の矢印をですねこう動かすことによって文字を小さくしたり大きくできます。はい、でさらに位置をもう少し右下にずらしたいなって思った時は全体を指で押してでもう指でドラッグして動かします。これでいいですね。はい、さらに傾きを、直すこともできます。この、右側の上の方のですねこのぐにゃって曲がった矢印をこうすることで斜めにしたりもできます。はい、で、さらに、フォントを変えることもできます。こうやってしといて、この右側にある A、アルファベットの A っていうのを押します。ポコッと。そうすると、フォントがね、出てきます。で、多分ね、皆さんこんなにまだダウンロードしてないんでフォントがないと思うんですけれども、フォントをダウンロードすることができます。右上のこのお店マークをタップしてください。そうするとね、
キネマスターのアセットストアっていう、これね、素材をダウンロードできるサイトに飛びます。で、テロップはね、テロップのフォントは基本的に無料でダウンロードできるはずです。で、このアイコンの、左側のアイコンのジャパニーズを選択してもらって、そうするとね、いろいろ出てきますので、例えばね、僕はいろは丸っていうフォントよく使ったりするんですけれども、はいはい、こんな感じで、ダウンロードできる画面になりますので、ダウンロードしてみてください。これね、なんかどんどん、いろいろ素材が増えていって面白いです。後でね、音楽を入れるところでも説明しますけれども、無料の音楽とかも結構揃っててですね、はい、この音符のマークをタップすると音楽がいろいろあったり、あとね、エフェクトとかね、この動画ではちょっと説明しきれないんですけど、いろんなエフェクトをかけられたりとか、いろんな素材をダウンロードできるので便利です。ちなみにプレミアムって書いてるのは課金した人だけがダウンロードできる、素材になります。まあテロップはね、基本的に無料でダウンロードできますよ。はい。で、なので、AA マークを押した上で、例えばね、いろは丸ミディアムっていうフォントを選んで、で、右上チェックをします。はい。そうすると、はい、フォントが変更になりましたね。ちょっと可愛くなりました。はい。じゃあ、テロップを入れたのをね、試しに試写してみましょう。こんな感じでポコッと入りましたね。はい、抜きました。こんな感じです。で、テロップをね、出す長さを変えたりもできます。そういう時はテロップの、下にあるテロップの帯をですね、ポンとタップして黄色い枠囲みの状態にして、これはカットをいじる時と同じなんですけれども、もう少し早めにアウトしたいなって思ったら、右側の端を指でドラッグするんですよ。ビーって。で、右上のチェックを押します。で、再生してみると、はい、テロップがインして、はい、すぐアウトしました。はい。で、あとですね、テロップの出方、消え方も変えられます。どういうことかというと、テロップをまたワンタップして黄色い囲み状態にして、右側のアニメーション内っていうのを押します。ポコッと。で、例えばフェード、ふわっとフェードインさせたいときは、このフェードを押してもらって、はい。で、フェードのスピードを選ぶことができます。そのためには、この下のつまみですね、これを変えるんですよ。例えば 0.5 秒でフェードインさせましょう。はい、こんな感じで。で、チェックボタン右上を押します。はい。で、こんな感じでフェードインしましたね。はい。ついでにフェードアウトさせましょう。もう一回黄色い枠囲み状態にして、今度はアニメーション外っていうのを押します。で、フェードをポチッとして、また 0.5 秒にして、右上チェックボタンを押して、試しに再生してみますね。ふわっと出て、ふわっと消えましたね。はい、こんな感じでフェードインアウトできました。で、あとですね、もう少しテロップを丸ごと出すタイミングを遅らせようかなとか思った時は、これもね、カットと同じで、テロップを長押しして、テロップの帯を長押しして移動すれば、ごっそりそのままテロップのタイミングをずらせます。はい。なので、例えば、再生しますね。キスがちょっとある程度見せてから、テロップがふわっと入って、消えました。はい。こんな感じで、テロップを出すタイミングを丸ごとこうですね、移動させることもできます。あと、テロップの色も変えることができます。テロップの帯をワンタップして黄色い囲み状態にして、このですね、右上の今白になってるんですけれども、この白い丸を押します。そうするとね、パレットが出てくるんですよ。で、このパレットの中で、例えば紫色とかにしてみましょうか。ポコッと。で、チェックボタンを押します。そうするとね、紫色になりましたね。はい。あとですね、まあいろいろ小技がありまして、例えば、下の方にね、ピーって下げていくと、この影っていうのが今オンになってますよね。影をオフにすると影が消えます。僕ね、結構影なしが好きなんですよね。
あとそれからこのグローっていうのをポチッと押すと、なんかね周りにソフトエッジっつうんですけど、ポヤーンってエッジがかかります。このエッジの色をね、例えば変えるときにはこのグローの今緑になっている緑の丸をタップするとグローの色を選べるんですね。例えば、白いグローにしてこうグローの濃さをこうやって選べるんですよね。でベタ塗りのグローにしましょう。でチェックボタンを押すとちょっとね、キスっていう文字が見やすくなりましたね。こんな感じでいろいろできるので、試してみてください。はい、この、テロップをねこう自由自在にこう入れられるっていうのがキネマスターの大きな魅力なので、他の動画編集アプリではできないことなので、いろいろ遊んでみるといいと思います。あんまりねパソコンでこうフォトショップとかでバーンって作ったテロップみたいにすごいのはちょっとできないんですけれども、シンプルなテロップでスマホ動画は十分だし、そっちの方がね逆にかっこよかったりするので、シンプルなテロップの方がねキネマスターで、できる範囲で、やってみてください。では最後に音楽 BGM を載せる方法をお伝えします。はい、このですね、オーディオっていう右側のマークをタップします。はい、そうするとね、今スマホの中に入っている音楽が表示されるんですけど、多分皆さんあんま入ってないと思うので、音楽とか、またですねお店に、リンクさせお店を、開きますね。この右側のお店マークをタップしてください。はい、そうするとね、いろいろ音楽が、ここですね。そうすると左側のこのいろいろあるうちの素材集の中のジャンルの中の音符マーク、音楽マークをタップしてください。そうするといろいろ曲が出てきます。ただこのプレミアムって表示されているのは課金している方だけが使える音楽です。下の方に結構ねタダで使える音楽あります。この辺ですね。ちなみにやっぱりね、課金して使う音楽の方がクオリティ高いです。かなり高いです。はい。で、例えばなんですけど、エネルギーとかいいんじゃないですか。エネルギーポチッとします。で、視聴できます。この再生マークをタップすると視聴できます。いい感じですね。エネルギッシュですよ、ちょっと。いいんじゃない？はい。で、一回視聴画面を閉じて、バッテンを押して、で、ダウンロードボタンを押します。ポチッと。インストール完了しましたね。で、バッテンマークして閉じて、はい。で、このアセットっていう、左側のこのアイコンの中のアセットっていうのを押すと、エネルギーっていうのが出てきました。で、このエナジーって書いてるとこをタップして、このプラスボタンを押してください。これで編集画面に今下の方に帯が出て追加になりましたね。緑の帯が出ましたね。で、右上のチェックを押して聞いてみます。よっ。はいはい、入ってますね。で、ちょっとね、音楽の BGM の音量がでかいので、ちょっと下げます。音楽のこの緑色の帯をワンタップして黄色い囲まれた状態にして、この右上のスピーカーマークをタップします。それでこのスピーカーのこのアイコンをですね、こう下げることで音量を調節できます。試しに 35%、4% ぐらいにしますね。で、右上のチェックをします。で、もう一回聞いてみます。はい。これで、僕の声も聞こえるし、BGM も聞こえるっていうちょうどいいバランスになりましたね。はい。で、キネマスターってね、結構気が利いてて、もう最後の方まで再生してもらえると分かるんですけど、こうやってね、音がね、最後フェードアウトしてくれるのがデフォルト設定になってます。これね、調節したい時にはこの左側にあるこの歯車みたいなボタンを押します。
でこの中のオーディオフェードアウトっていうのがあると思うんですけれども、これをオフにするとフェードアウトがなくなる。要するに曲がもう最後の最後まで聴かせてブツって切れる感じになります。でフェードアウトをオンにして今ね4秒かけてゆっくりフェードアウトさせることになっているので、これを例えば1秒とかにしてみて、はい、よいしょ。で右上の3チェックボタンを押して、もう一回最後の方を再生してみますね。はい、さっきよりもね短いスパンでヒュッと、フェードアウト、音が絞られているのが分かったと思います。はい、そして音楽もテロップですとか、動画カットと同じで自由にね使うところをこうちょん切ったり移動させたりみたいなことができます。例えばですねこのさっきのタンタンデレレレレレっていう曲のちょっと始まりだして17秒ぐらいから使いたいなって思った時には、はい、このタンタンのところにこの赤い線再生ヘッドを持ってきて、で曲の緑の帯をねワンタップして黄色い囲み状態にして、でこの中のですねトリムスプリットっていうのをポンと押して再生ヘッドの左側でトリムっていうのを押します。これもうテロップとか動画カットの編集の仕方と全く同じです。はい、じゃあ左側でトリムを押します。はい、でチェックを押します。で再生してみると、はいはい、もうちょい切りたいなって思ったらさっきのね頭のところあと 0.5 秒ぐらい切りたいっすよね。ピヤーポンポンのピヤーを切りたいですよね。その時には、ちょっと微調整してきますので、ポンと、緑の帯をワンタップして黄色い状態にして、この左端をねちょっとドラッグしてみましょうか。右側にこんぐらいかな。で右上のチェックボタンを押してまた聞いてみましょう。まだ切れますね。はい、もう一回同じ作業します。でチェック、ちょっと切りすぎましたね。ちょっと伸ばします。今度逆に左にスライドでチェック。はい、こんな感じでいいっすよね。でこれ丸ごと頭の動画の頭までスライドさせますね。また長押し、緑の帯を長押しして、そのままビャーっと左側にドラッグします。はい、これで先頭から聞いてみますと、はい、こんな感じで、動画の頭、ごめんなさい。音楽が始まるタイミングを変えてみました。こういうことも自由自在にできます。はい、で、音楽を入れ終わって完成したら忘れずに、吐き出してください。さっきのですね書き出しマーク、くの字マークを左側のくの字マークを押してよで、解像度は HD でいいですね。でフレーム率30で送るボタンを押して書き出してください。いかがでしたでしょうか。はい、キネマスターかなり使いやすい動画編集アプリで、Android 版 iPhone 版どっちもありますので、ぜひぜひ使ってみて動画をたくさん作ってください。はい、そしてスマホで頑張るテレビでは、たくさんの動画をアップしています。例えばキネマスターを使ったいろいろな動画ですね。かなりかっちょいいものもありますのでご覧ください。そして相変わらず人気の釣り動画もあります。そして、最後にチャンネル登録お願いします。こちらをタップして、登録してください。ではまたごきげんよう。